静岡大学に在籍する先端研究者を紹介するこの番組。今回は学術院人文社会科学領域人間社会系列の堂園俊彦先生をご紹介します。研究分野は人文学、哲学、倫理学としており、現在の研究テーマは医療倫理、生命倫理です。こんにちは。静岡大学人文社会科学部で教育研究に携わっている堂園俊彦と言います。今日は研究者紹介ということで私について少しお話をさせていただきます。タイトルは生命をめぐる倫理と人間の尊厳です。で私が携わっている学問は倫理学というんですけれども、そもそも倫理って一体何なのかっていうことなんですが、すごく大雑把に説明するとこうなるかなというふうに思います。私たちが正しく振る舞ったりよく生きたりする上で大切なものですから、例えば倫理ということで思い浮かべるものとしては、人を殺してはいけないというルールを思い浮かべると思うんですけれども、このルールに従うのか、それともこれを破るのかということは、私たちが正しく振る舞ったりよく生きたりする上でとても大事なことだというふうに思われていると考えます。じゃあ倫理学は何かというと、こういうふうな大切なものについて改めて考える学問だというふうに言うことができます。じゃあその考えるという時にいくつか考え方があると思うんですけれども、それをこんな事例を使って考えてみたいと思います。今ですね、ブレーキの壊れたトロッコがポイントに差し掛かっています。このまま進むと工事をしている5人の人を引き殺してしまう。だけれどもこのポイントの変換器の近くに1人がいて、この人がポイントの方向を変えれば1人の人が亡くなってしまう。こうした事例に直面した時に、おそらく私たちはいろんな問いを立てると思います。一つ目はポイントの近くにいる人はトロッコの行き先を変更するべきなのかどうか、こういった問いを浮かべる人はいるでしょう。さらに別の問いとしては、変更するべきかどうかについて人々は一体どういうふうに考えるのかなという、その事実的な側面に着目する人もいるかもしれません。さらにはトロッコの行き先を変更するべきかどうかということを議論している人からちょっと距離を取って、こんなことを議論して本当に決着なんかつくんだろうかと、そういうふうに考える人もいるかもしれません。これら3つの問いというのはいずれも倫理学に含まれています。1つ目の行き先を変更するべきかどうかという問いは、このポイントを変更するべきかどうかということを考える上で、私たちはどういう規範にのっとるべきなのか、そしてその規範は何を意味するのかということを考える。一般的には規範倫理学と呼ばれています。ここだったらおそらくポイントを変えても変えなくても人を殺してはいけないというルールに反する気はします。じゃあその時に、人を殺してはいけないルールっていうのはもっと踏み込んで考えて、一体何を意味してるんだろうか、そういうことを考えるのが規範倫理学です。そして2つ目の問いかけというのは、事実的な側面というものを明らかにする、記述することを目的としているので、記述倫理学というふうに呼ばれます。そして3つ目は規範倫理学の問いから少し距離を取ってるわけですね。でその距離をメタという言葉で表してメタ倫理学というふうに言われます。私自身が携わっているのは規範倫理学とメタ倫理学の領域です。しかしいつもトロッコについて考えているわけではなくて、私が具体的に考えているのは生命についてです。20世紀以降ですね、生命に介入する技術というものが飛躍的に進みました。つまり生命をめぐってできることというのがどんどん増えているんですね。例えばまた後で説明しますけれども、クローンを作る技術というのがどんどん進んでいる。あるいは人間の受精卵の時点で病気があるかないかということを診断できる技術が進んでいる。さらには
脳死になった人から臓器を摘出して移植するという技術ができている。またカップルが子供を作ろうと思う時に第三者の女性に産んでもらうという代理出産の技術というのもできています。また去年からですね、特に話題になっているのはゲノムをかなり正確に編集できる技術というのが開発された。でそれを人に使っていいのかどうかということが議論されています。で今ゲノム編集について申し上げたように、できることはたくさん増えているんだけれども、できるからといってやっていいのかということはまたちょっと別の問題なんですね。つまりできることとしても良いこと、あるいはしなければいけないことっていうのはちょっと違うということなんです。先ほど人を殺してはいけないという例を出しましたけれども、私たちは人を殺すことはできます。だけれどもそれはしてはいけないことなんですね。つまりこの図で言えば水色のところに入るのが人は殺してはいけないということになるわけです。じゃあこういった新しく出てきたさまざまな技術が一体しても良いことに入るのか、それともできるけれどもしてはいけないところに入るのか、これが大きな議論の的になっていて、そしてその時に私たちはどういう規範に依拠すればいいのかというのが、とりあえず規範倫理学としての生命倫理学の一つの大きな目的です。じゃあこの時その依拠できる頼りになる規範としてどういうものが考えられているのかということをクローン技術を例に考えてみたいと思います。で生命倫理学の中で議論されるクローン技術としては大きく2つあります。両者に共通する部分としては、クローンというのはある人の細胞の核と、そして女性からもらったまだ受精していない卵子の核を除いたもの、除核卵と呼ばれますけれども、それを融合させるということが2つに共通しています。これは受精卵ではないけれども人の肺です。でこれをそのまま女性の体に戻して子供が生まれてくるというのが生殖目的のクローニング。そしてもう一つは人を生み出すのではなくて、この人肺を壊してそこから人 ES 細胞というのを作ります。これはいろんな細胞を生み出すことのできる万能細胞というふうに呼ばれています。で例えばここから心臓の細胞を作って、そして移植をする。もともと細胞の核を提供してくれた人に移植する。それが治療目的のクローニングです。こうすると遺伝子がほとんど同じなので免疫拒絶反応が起きないというふうに言われています。で今とりわけ注目したいのはこの生殖目的のクローニングの方です。でこのクローニングは実は日本においては法律によって明確に禁止されています。その理由の筆頭に来るのが人の尊厳の保持ということです。つまりクローン人間がしてはいけないことなのは、人の尊厳を守らなければいけないとか、人の尊厳を侵害してはいけないというそういう規範に反するからなんですね。そしてさらに日本だけではなくて国連でも宣言が出されています。これは法律のように拘束力を持ったものではないんですけれども、そこでは生殖目的だけではなくて治療目的のクローニングも人間の尊厳に反するという理由で禁止されています。つまりこういうことなんですね。クローン人間の子供を作るのは人間の尊厳に反すると考える人がいて、でそういう人の考えに基づいておそらく法律はできている。だけれどもこういった人に対してこういうふうに反論する人は当然います。愛する子供を作ることは人間の尊厳に反しないんじゃないんですかということなんですね。そうすると規範倫理学としての生命倫理学が取り組む課題としては、そもそも人間の尊厳を侵害してはいけないという規範は何を意味しているのかということをもっと厳密に考える必要があるわけです。それは先ほどトロッコの問題について人を殺してはいけないということをもっと厳密に考える必要がある、そういう状況と同じです。でも同時に人間の尊厳を侵害してはいけないというルールについて一生懸命議論するんだけど、
一向に解決につながらないとすれば、こういう疑問も出てきます。人間の尊厳を侵害してはいけないっていう規範はそもそも無意味なんじゃないんですかということですね。これは規範倫理学の問いから少し距離をとっているメタ倫理学の問いなわけです。こうした2つの問いに取り組むというのが当面のというかここ10年くらいの私の研究課題です。じゃあこの問いに対して私が最終的に何か決定的な答えを出しているかというと、そんなことは全然ありませんし、私がこれまで考えてきたことを説明するのはあまりにも煩雑で細かすぎるので、ここではですね、こういった問題を考える上で基本的にどういうスタイルで研究をするのかということについて簡単に説明をしたいと思います。一つ目はこうした問題を解決する上では多数決では解決しないということなんですね。アンケート調査をとって 90% の人がクローン人間に反対していたという、そういう結果が出たとしても、だからといってクローン人間を作ってはいけないというふうには言えません。例えばある社会において奴隷制が認められている。で 90% の住民の人が奴隷制賛成と言ってるからといって奴隷制が正当だということにはなりません。重要なのは奴隷制を正当だとするその理由なんですね。例えば認める人が奴隷になるような人と奴隷じゃない人とは全く違うんだから、違う存在なんだから、だから奴隷制が認められると言っても私たちはそれに納得するのはちょっと難しいかもしれません。じゃあ私たちのそのモヤモヤっとした気持ちをどういうふうにクリアにするのかというふうに考えた時に、その時に助けになるのが古典です。今まで倫理学者や哲学者が書いてきた古典というのはそういった時に反論する理由を何て言うんですかね、掘り出す宝庫になるんですね。例えば18世紀にドイツで活躍したカントという哲学者はこんなことを言っています。人間には皆等しく不可侵の尊厳というものが備わっている。だからある人を物のように扱うというのはその人に備わっている尊厳というのを捉え損ねているという点で全くやってはいけないことなんだと、そういうふうなことを主張するわけです。今の私の説明というのは非常に舌足らずですし、それに納得してくれる反論する人もまたたくさん出てくると思います。でそういう時にカントの著作古典に直接当たってそこからもっと精緻な議論を組み立てるということは倫理学の研究する上ではとても重要なことです。とはいえカントは18世紀に活躍した人です。でその議論がそのまま現代社会に通用するかどうか分かりません。だからカントの議論あるいはカントの議論に基づいて作った自分の意見というものが本当に納得できるものなのかどうかということを確認するためにはやはり議論することがとても大事です。人と意見を交わすことによって自分の考えを批判的に見ることができます。でそうした中でひょっとしたらカントの尊厳についての考え方からクローン人間と尊厳についての考え方についても言えることがもっとたくさん出てくる可能性はあります。私は現在人文社会科学部の人間学コースというところで研究に携わっていますけれども、コースの教育そしてゼミの教育の基本というのはこういった古典を読む力をつけてもらうということと議論できる力をつけてもらうと、その2点に尽きるかなというふうに思っています。でこの議論するということに関しては大学の中だけではなくって、大学の外でもそういう場を作ろうという試みをしています。農学部の先生であるとか高専の先生と一緒に哲学カフェ静岡というものを開催しています。2ヶ月に1回いろんなトピックについて自由に議論する場です。大学に所属していない方でも自由に参加していただけるので、ぜひたくさんの人に来ていただければというふうに思っています。今日の私の話を聞いてですね生命倫理学に少し関心があるな
とか関心が出たなと思われる方はぜひこの加藤久武先生の本を読まれることをお勧めします。もちろんこの本だけで全ての問題が解決しているということは全くありません。ただしその倫理学という学問が持つダイナミクスというか生き生きとした感じを体感していただくにはもう最適な本だと思います。ので、ぜひおすすめです。ただし同時に気をつけていただきたいのは問題がすごく興味深いということとその問題を解決できるかどうかということは多分また全く別の問題でそこに至るにはすごく大変な道のりがあるということもちょっと頭の片隅に置きながら読んでいただければというふうに思います。そして趣味とか休日の過ごし方について話してほしいということでしたので、なんですけれども、正直に言えば休日もほとんど仕事をしてるかなとそういう感じです。だからといって仕事が趣味かと言われるとそれもちょっとそうかなという気がするんですが、とにかく仕事をしなくてもいい休日はできるだけ家族と過ごす時間を大切にしています。でそれでもまだ時間があるというか余裕があるという時には倫理学書や哲学書を読むのはものすごく疲れるのでちょっと頭を使わずにというかリラックスして読めるような小説なんかに目を通しています。で、今後そういった時間を使ってやりたいこととしてこのスライドにお示ししたのは、ホームページのトップページなんですけれども、実はこの十数年来ホームページをずっとやっていてだけれどもこの2年くらいずっと閉じたままなんですね。だけどもちょっと自分のことを整理する上でもホームページって大事だなと思ってまたトップページだけ作りました。でこのトップページ以外まだ何も作っていません。1ページもなくって今後は趣味がてら少しずつホームページを充実させていければと思っています。このビデオが公開される頃には少しはできているかなと思いますので機会があれば訪れていただければというふうに思います。ということで今日の私の話は以上です。ありがとうございました。